チューブ。皆さん、コンチョロは昨年の暮れにうちの日本ヤモリのトラがケースから脱走したのですが、なんと約5ヶ月、正確には161日ぶりに帰ってきました。いつものチョロチューブなら動画に残していないところですが、安心してください。動画を撮りました。早速戻ってきた時の動画をご覧ください。なお声に自信がないので会話の部分は吹き替えさせていただきました。あしからず。嬉しいね。私も誰か脱走したのかと思って、でも逃げられなかったからさ、相当弱っているよ。私から逃げられなかったから。何ヶ月？半年。去年からだからさ、半年だ。ありえる、そんなこと。もしかしてしょっちゅう来てたのかな。ご飯食べてたのかな。トーラ、足は取った方がいい？痩せてる？脱皮してるんだ。一応脱皮しないと死んじゃうからさ。チョロの部屋に入れる？またこいつ脱走するよ。あと上止めておいた方がいいよ。養生テープでやり方知っているからさ。へえ。ちょっとびっくり。スケの誕生日にプレゼントだね。ねへへへへ。でも焦った。びっくりした。よく捕まえたよね。私、ははは。びっくりした。早速餌を与えてみました。するとすぐに食べました。お腹が空いていたんでしょう。おかえりなさい、トラ。そうとお腹が空いていると思い、もう一匹与えてみましたが、食べませんでした。栄養状態が悪かったのか、肌のツヤや舌の色が良くない気がします。一匹食べて落ち着いたので、我に返って現在の状況を自分なりに分析しているのでしょう。今まで自由だったのに、また拘束されるの、しくじったわ。と思っているかもしれません。もう一度餌を近づけてみましたが、もう食べませんでした。それほどお腹が空いていなかったりして、家の中に5ヶ月間もトラを養うだけの餌がいたと考えるとちょっと嫌なんですが、飢え死にしなかったことを考えると逆に感謝しないといけないし、でも餌が少なかったらもっと早く出てきたかもしれません。複雑な気分です。いずれにせよ元気で戻ったのだから、めでたしめでたし。餌は一歩譲ったとしても水は少なかったはず。喉は渇いていると思い水を与えてみました。冬場は結露も多いですが、窓際まで出てこないと飲めなかったはずです。ほらね、飲み始めました。脱走前もトラはこのプラケースの中でチョロ、モモと3匹で仲良く暮らしていました。ところがこのケース、蓋の蝶つがいの部分が壊れてまして、やろうと思えばちゃんとロックできたのですが、逃げるわけがないと思い、この蓋をロックせずに乗せただけで飼育しておりました。脱走の当日、2人で帰宅した時、いつものように奥さんがチョロただいまと言ってチョロたちを覗くと、乗せてある蓋がずれて隙間が空いていました。慌てて中を確認すると、チョロとモモの2匹はちゃんと中にいましたが、トラがいません。部屋中探しましたがトラは見つかりませんでした。何かの拍子で蓋がずれた可能性もありますが、自分で押し開けたのかもしれません。
ヤモリちゃんが逃げた時、何が嫌かというと、飼っていたヤモリちゃんと会えなくなるのももちろんですが、それよりヤモリちゃんを踏みつぶしたり、ドアや物で挟んだりしないかとか、誤ってゴミと一緒に捨てちゃったりしないかなどと注意して生活しないといけなくなることが大変なことです。まず台所にあるゴミ袋に入らないように、毎回袋の口を大きい洗濯バサミで閉じました。これが結構面倒です。家の壁には配線用ケーブルが出ている穴が開いているので、これも塞ぎたかったのですが、すでに中に入っている場合を想定すると塞げませんでした。その他、ヤモリちゃんが間違って溺れないように、台所には水をためたものを置かないようにしました。どうしても置く場合はラップを上に乗せたりしました。帰宅するときは泥棒のようにできるだけ静かに部屋に入って照明をつけたときに壁や天井を確認する作業が続きました。トラは十分水を飲んで落ち着いたようです。それからこれは全く無駄だと思われるかもしれませんが、部屋を行き来するときはトラ、どこにいるの？ご飯あるから出てきなさいと声をかけることを続けました。トラックとして小さい水槽にコオロギを入れ、一緒に隠れ家を置きました。しかしトラックのコオロギは結局減ることはありませんでした。また飲み始めましたね。実はチョロたちを飼い始めて間もない頃、チョロ、ペロ、モモ、チョウチビの4匹を一つのケースで飼っていたのですが、ある日帰宅すると上の覗き窓が開いた状態になっていることに気がつきました。その時は明らかに閉め忘れでした。慌ててチェックしたのですが、中にはもう誰もいませんでした。チョロはカーテンに止まっていたところをご用となりました。ペロとモモは後ろの棚の物陰で見つかりました。チョウチビだけは見つかりませんでした。結局チョウチビは1週間くらい後に奥さんが風呂場でシャワーを出そうとした時に見つけました。風呂場のお湯が張られていない浴槽の上で助けを求めるように、ここにいますよと上を見上げていたとのことです。トラはずいぶん水を飲みましたね。相当喉が渇いていたようです。こんな経験があったので、トラもそのうちどこかで見つかるだろうと高をくくっていました。動画の方ですが、チョロたちがトラと再会する直前の様子です。チョロとモモが暮らしている飼育ケースにトラを入れます。チョロたちにはまだトラが戻ったことは伝えていません。でも何かあるなと薄々感じ取っているようにも見えます。トラは1年以上も外で暮らしていたヤモリで、その上未だに人に慣れていなかったのです。しかも他のヤモリちゃんとは比べ物にならないほどとてもすばしっこいヤモリなので、仮に見つかったとしても捕獲するのは難しかったでしょう。それでもせめて生きていることを確認したかったのです。幸いニホンヤモリは長い間人間と共に生きてきた歴史があり、民家でも生活できる生き物です。簡単に死んだりはしないと信じていました。しかしさすがに2ヶ月も過ぎると、部屋のどこかで干からびて死んでいるか、仮に生きていたとしても配線用の穴などからどこかへ行っちゃって部屋にはもういないと考えるようになりました。そのうちゴミ袋の口も塞がない生活に戻ってしまいました。それから薄情なことですが、だんだんトラのことを忘れるようになってましたね。動画の方ですが、このプリッツの箱の中にトラがいます。突然入れられた箱に戸惑いを隠せないチョロたちはまだトラに気づいていません。それでトラが見つかった時の話ですが、最初にトラを見つけたのはうちの奥さんでした。その日チョロたちにご飯をあげようと、奥さんがコオロギのケースを持ち上げて叫びました。誰か脱走していると。持ち上げたケースの下に見慣れないヤモリがいました。その瞬間、直前に自分がチョビとタイガのケースを開けたことを思い出しました。もしかして
ケースの蓋に張り付いているのをうっかり気づかずに、いや、確かに2匹を手に乗せて遊んだ。しかし、2匹ともちゃんとケースに戻したぞ。不思議なことに、ほんの一瞬で、こういうことを冷静に考えたんです。ほんの1秒くらいの間にです。そして、私は判決を言い渡しました。トラちゃん。奥さんは、すかさずトラを手で捕まえて、開いているプラケースに入れました。本当に人間っていろいろなことを一瞬で考えられる時がありますよね。昨年の魚釣りでテトラポットに飛び移った時に誤って後ろに転落したのですが、転落中にどう落ちたらどうなって、そしてどうすべきかなど様々なことが一瞬で頭に浮かびました。幸い下のテトラポットにお尻から乗っかり、肘にかすり傷だけで助かりました。神様に感謝してあれ以来年を考え、無理をしないよう心がけております。トラが箱から出ようとしないので、耳かきで押し出すことにしました。それでは、チョロとモモとの久々の再会のシーンをご覧ください。161日ぶりの再会です。一瞬のことでしたので、チョロも何があったかよくわかっていないようです。突然の侵入者に噛みつこうとしました。この時点ではさすがにチョロもトラだと気づかなかったかもしれません。トラは人に慣れておらず、とてもすばしっこいヤモリなので、手にも乗せられないヤモリでした。そのため、もううちに来てから2年近くにもなりますが、我が家でトラを手で掴んだのはこれがたったの3度目でした。最初にトラを捕まえた時と、その後家で手に乗せようとして逃げられてやっと捕まえた時と、今回だけです。突然の侵入者に対してチョロの追跡が始まりました。匂いなどでこの時点でトラだと分かったのでしょうか。トラを見つけた時、私はトラちゃんと言ったものの、実はその時は私もトラだとは思いませんでした。見つかったトラは痩せこけていて、まるで別人でした。トラが戻ってからしばらくの間、朝起きるたびにトラは戻ってきたんだと嬉しく思ったものです。いつもながらのろのろと動画を作っているうちに数ヶ月が過ぎて、今はその嬉しく思った気持ちも全く薄らいじゃいましたけど、チョロ刑事、トラの足取りを追跡しています。慎重なチョロ刑事の追跡は時間がかかりそうなので、紙箱の家をどかしました。ついにトラの居所を突き止めました。モモもじっと見守っています。突入です。追い返されました。脱走前もチョロは若くて大きなトラには全くかないませんでした。でもさすがにもうトラが戻ってきたことに気づいたでしょう。トラはまた引っ込んじゃいました。久しぶりの再会だというのに、トラの態度はちょっとひどいですね。追い返されたとはいうものの、チョロもきっとトラが無事に生きていたと喜んでいることでしょう。今までどうしていたかなど積もる話もあるでしょう。またトラに会いに行きます。ヤモリちゃんが周りを伺う場合、このように舌をペロペロ出します。これは空気中の匂いやフェロモンなどを分析するための行動です。ヘビや他の爬虫類もそうですが、上顎の天井にあるヤコブソン器官という舌で取り込んだ化学物質などを分析できる感覚器官があり、餌の場所や仲間か敵かどうかもわかるみたいです。ヤコブソン器官ではフェロモンにより感情も伝達できるみたいです。
しかも構造的に恐怖や安心の感情を考えるより先にいち早く脳に伝達可能とのことです。そのため虎の足取りも簡単にわかるのかもしれません。チョロ刑事、今度は作戦変更です。意表をついて横の入り口から突入です。こういう行動が取れるので日本ヤモリは本当に賢いと思います。すでに気づかれていたようです。でも今回は先ほどと様子が違いますね。虎も噛みつくのではなく挨拶のペロペロをしています。ヤモリちゃん同士が相手を認識したりする場合、挨拶のように舌でコンタクトを取ります。これでお互いの感情も伝えていると私は思っております。なお、ヤコブソン器官は猫や馬など哺乳類にもありますが、人のは退化しているとの説が定説みたいです。相手の感情を嗅ぎ取るなどの機能の一部が無意識のうちに鼻で行われている可能性もあり、現在研究中みたいです。よく考えると、そのような能力があるのなら、虎の箱がケースに入れられた段階で、もう虎が戻ったことをすでに知っていたかもしれません。それよりも虎の生存自体も知っていたのかもしれません。そうなると、今チョロが虎と交わした会話は、虎、無事だったチョロか、よかったチョロではなくて、虎、久しぶり、また来たチョロかの程度だったのかもしれません。私的にはチョロが今回の再会を喜んでいると思いたいですが、モモも動き始めました。こちらはただ餌を待っているだけでした。チョロも落ち着いたようです。しょうがないのでモモに餌をあげました。現在の虎ですが、相変わらず人には慣れていません。帰宅するまでは隠れ家の外に出ているようですが、我々が部屋に入った途端、一目散に隠れ家の中に逃げ込みます。休日の場合、目を合わせなければ昼間でも隠れ家の外にいますが、覗いた途端、物陰に隠れます。でも餌はたくさん食べます。多い時にはコオロギを4匹も食べます。餌の時間になると影から鼻っ端だけ出して様子を伺います。面白くないのでわざと出てこないと食べられないところにピンセットで餌を見せつけると、ゆっくりと出てきてくわえた途端元の場所に素早く引っ込みます。うちではこの行動をヌスッと呼んでいます。最後にモモが虎と再会したシーンです。虎との再会より餌の方を優先したモモでしたが、餌をもらった後すぐに虎に会いに来ました。虎とモモは同じメス同士なので以前からとても仲良しだったのですが、そのモモでさえ虎の不機嫌に手こずっているようです。一旦諦めたように見えましたが、また会いに行きました。やはり久しぶりの再会でモモも心配していたのかもしれません。そして今までどうしていたのか話を聞きたかったのかもしれません。見かねたチョロも心配してまた虎のところに向かいます。なんかモモとチョロが本当に心配しているように見えます。モモと虎が話をしているようです。中に入るように促すチョロ。やっと中に入れてもらえました。
横からこっそり覗くチョロ。自分も入れてもらいたいのですが入れません。結局チョロは中に入れてもらえませんでした。それからトラが戻ってきた日は偶然にも私の誕生日だったんです。それにしても今まで一体どこにいたのかと。今でもたまに奥さんとの話題になります。一番の有力候補はテレビの後ろの壁一面に天井まで届くような棚があるのですが、その後ろあたりに隠れていたのではないかと私は思ってます。我が家では小さな雲を見つけても駆除することはせず、そのままにするので、そういった雲を食べていたのではないかと思います。部屋の中で5ヶ月間も生き延びられるのにも驚かされましたが、それ以上にその間一度も見つからなかったなんてすごいステルス性能です。もしかすると留守の間は日中でもチョロたちのケースの周りをうろついていた可能性だってありますね。ねえチョロ。真実を知っているのは僕だけだチョロ。